チャット GPT を使うと僕たちの脳って一体どうなっちゃうんでしょうか？これ誰もが気になりますよね。そんな疑問にMIT の最新の研究がかなり驚きの答えを出したんです。今回はその研究の核心部分をじっくりと解き明かしていきます。いやー、もう仕事のメールとかちょっとしたレポートとかでチャット GPT に頼ること皆さんありますよね。でもその便利なツールの裏側で僕たちの脳の中では一体何が起きているのか、今回はその謎に迫っていきたいと思います。ではまずこの壮大な謎に挑んだ研究所チームについて見ていきましょう。一体どのような専門家たちがこの研究を進めたんでしょうか？これ見てください。この研究ただの大学の研究じゃないんですよ。中心にいるのは最先端の頭脳集団 MIT メディアラボ、それに加えてウェルズリー大学とかマサチューセッツ芸術大学とかいろんな分野の専門家が集まってるんです。つまりこれは複数のトップ機関がタッグを組んだかなり大規模なプロジェクトだってことですね。これだけでもこの研究の信頼性の高さが伺えます。じゃあ彼らは一体どうやって AI を使っている人の頭の中を覗き見たんでしょうか？ここからはその巧妙にデザインされた実験の秘密に迫っていきます。研究チームがまずやったのは参加者をこの3つのグループに分けることでした。チャット GPT だけを使うグループ、Google 検索みたいな AI 以外のツールを使うグループ、そして何も使わずに自分の頭だけで考えるグループ。いやー、うまいですよね。こうやって条件をきっちり分けることで AI が与える純粋な影響だけを正確に測ろうとしたわけです。で、実際の実験はこんな感じで行われました。まず参加者をグループに分けて具体的な課題としてエッセイを書いてもらう。そしてここが一番のポイントなんですけど、エッセイを書いている間の脳の活動を EG ヘッドセットっていう、脳波を測る装置でずっと記録したんですね。最後に出来上がったエッセイと脳のデータを分析して、さらに本人にもインタビューする。この一連の流れをなんと3回も繰り返して、すごく信頼性の高いデータを集めたっていうわけです。さて、ここからはいよいよ実験の結果です。まずは脳波のデータから見えてきたちょっと衝撃的な事実から。AI を使うと僕たちの脳ってどれくらい頑張っているんでしょうか？その活動レベルの違いがもうはっきりと出ちゃったんです。このグラフが示している脳ネットワークの活動量っていうのは、簡単に言うと脳がどれだけ活発に働いているか、どれだけ頭を使っているかっていう指標です。見てください。一目瞭然ですよね。自分の頭だけで考えたグループが一番高くて、Google 検索を使ったグループがその次、そしてチャット GPT を使ったグループが驚くほど低いんです。これってつまり AI に頼れば頼るほど脳は活動をサボっていたってことなんですよ。研究者たち自身もこの結果をこう表現しています。脳のみグループが最も強力で広範囲なネットワークを示した。LLM の支援は最も弱い結合を引き起こした。これはまさに考えるっていう人間の一番大事な仕事を脳が AI に丸投げしちゃってる状態と言えるかもしれませんね。脳の活動が下がっていたのは分かりました。じゃあその結果として出来上がったエッセイの質とか書いた内容の記憶にはどんな違いが出たんでしょうか？次の証拠を見てみましょう。そしてですね、参加者へのインタビューからちょっとショッキングな数字が出てきました。それがこの 83.3% という数字。これ一体何の割合だと思いますか？これ信じられますか？チャット GPT を使ってエッセイを書いた人の 83.3%、つまりほとんどの人が自分がたった今書いたばかりのエッセイの内容を一文すら正確に思い出せなかったんです。これはもう AI が作った文章をただコピーして貼り付けただけで全く頭に入ってないってことの何よりの証拠ですよね。さらにエッセイの文章そのものを分析しても面白い違いが見えてきました。まず独自性。LLM グループのエッセイはどれも似たり寄ったるで個性がなかった。で、この N グラム類似度っていうのが高いのも、つまり文章の表現がみんな同じような感じだったってことを示しています。そして一番大事なのがこのエッセイの所有感。AI を使った人たちはこれを自分が書いたっていう感覚がすごく薄かったんです。脳は働かず、記憶も曖昧になる。いやー、ここまでの結果だけでも結構衝撃的なんですけど、研究者たちはさらにダメ押しとも言えるある仕掛けを用意していました。それが代用セッション、大転換です。その仕掛けっていうのはこの問いに答えるためのものでした。AI にすっかり頼るようになった人からその AI を取り上げたら一体どうなるのか。そのためにこれまで AI に頼りきりだったグループに
今度は自分の頭だけで考えてもらって、逆に、これまで自力で頑張ってきた脳のみグループに初めて AI を使わせてみたんです。そしたら結果はもう驚くほど対照的でした。AI を取り上げられた元 LLM ユーザーは脳の活動が鈍いままですごく苦労して、しかも無意識に AI が使えそうな言葉を使ってしまうほどだったんです。一方で、初めて AI を手にした元脳のみユーザーは AI を単なる道具として賢く使いこなして、自分のアイデアをさらに良くするために活用したんですね。この違いは決定的でした。AI に頼ると脳は活動を止め、記憶は薄れて依存が生まれる。これらすべての証拠が指し示すたった一つの重要な結論。研究チームはこの現象に非常にうまい名前をつけました。それがこの認知的負債という言葉です。これお金の借金と全く同じ考え方なんですよね。AI っていう便利なツールで目先の作業を楽に済ませる。それは借金をして一時的にお金を手に入れるようなもの。でもその楽さの代償として本来なら鍛えられるはずの考える力とか学習スキルが育たなくて、後で大きなツケを払うことになるかもしれない、そういう厳しい警告なんです。もちろん誤解しないでほしいのは、この研究は AI が悪いって言ってるわけじゃないんです。大事なのは、僕たちがその認知的コストをちゃんと理解した上で、どう賢く付き合っていくかということ。あなたは AI を思考のパートナーとして使いこなしますか？それとも思考を丸投げする主人にしてしまいますか？この強力なツールとの付き合い方を考える上で、この研究は本当に大きなヒントを与えてくれているんじゃないでしょうか。